持ち合い株の売却、投資家心理への影響、どのようなもの、いくらぐらいまで下がっていくんでしょうかね。ホンダは7月17日に損害保険大手4社とか、銀行とかが売り出す株を1株1664円50銭に決まったということを発表しました。売り出しの株は3億株近くで4974億円となりました。このニュースを受けてホンダの株は下落して、その当日17日 1.45% 下落して1735円。この5000億円の影響っていうのは発行株数における 0.035% に相当します。そうすると、その株価っていうのは約 25.16 円下落して、売却後の予想株価っていうのは1709円となります。ただ実際は1585円っていう AI が弾き出す数字をはるかに下回った。じゃあそれはなぜかっていうと、この保険会社の売りっていうよりも、それを合図として売りまくってる機関投資家や、下げで儲けている売り勢っていうのがすごく多くなっているのが分かりました。このような大規模な持ち株の解除っていうのは市場における需給のバランスを大きく揺るがすもの。5000億円が市場に回ったっていうと、それだけ早く売りたいよ、うずずみたいな人がたくさんいるから株価って下落していくんですよね。特に短期的な株価の下落で儲けようという売りの人たちが優勢になっています。一方で僕が思うのは、配当利回りが徐々に高くなっていて 4% を超えています。しかも業績も AI で分析させたところ結構過去最高で割安度が増しているんですね。僕を含め逆張り大好きな投資家がどこで突っ込むのか、これから分析して、面白い、そこは聞きたいんだよっていうところですね。そう、最近日経平均が下がり始めていて、180万円の売却、損切りっていうかな、を行って、で、損失の額は1万3000円でした。みんなと比べたらすごく軽微なものでしょうね。VTuber の僕が家族や自分のために利益が期待できる株を分析して、投資初心者に限らず悩んでいること、いついくらで買ってエントリーすればいいの？買ったものはいいものの、いつ売ればいいのかな？利益は出てるんだけど、もしくは下がっちゃったけど、もう上がるまで待つか。みたいな、その間何も仕事してないのにね、最近株を始めた人が多くて、今までは株をやる人って特殊な人たちが多かったんだよね。当たり障りないことを言って再生回数を伸ばそうというチャンネルが非常に増えてきた。僕は参考になるチャンネルっていうのがあんまりなくて、いや自分が作った方がいいなと思ってね、もう自分が勉強するためにこのチャンネルを作りました。それで人気になっていったんですよね。この世界っていうのは不公平で、社畜の大半っていうのはわけもわからずに税金を取られていってね、どうしようもないんだろうなと思いつつ働いていく。一方で不労所得で社畜が会社に貢献した利益で生活しているっていう富裕者っていうか貴族がいる。僕は違うけどね。これを見ている皆さんっていうのは資産運用を考えている堅実なユーザーじゃないですか。YouTube ってたくさんの娯楽があるのに、これだけ目標を明確に持ってみんなに惑わされずに問題を先に解決して、後で老後を楽しもう、家族を楽しませよう、幸せにさせようっていう人たちです。それではね、一緒にこの世界を楽しく生きていきましょう。証券番号7267 The Power of Dreams ホンダ技研工業の持ち株の解除についてのニュース。その割合は 0.035% で株価を26円しか下落させるような力っていうのはないんですよ。ただこれがニュースに上がるっていうことは、これから下げるぞって言ってるようなもんなんで、機関投資家や個人が足を揃えて売りってしかも持ってなくても信用売りっていうのをやってくるから、めっちゃ下がってくるのは至極当然なんだよね。だから長期で持っとこうっていう人たちも、危ないから売っとこうみたいな。でさらに下がってっていうのを繰り返して、公開株の1664円をさらに下回る金額になっちゃったんですよ。じゃあどこまで下がるのかっていうのも僕もわかんないけど、いくらになったら買えばいいかっていうのもね、後でアルゴリズムで解説していきましょう。そもそもね、この株を買うか買わないかどっちなんだいっていう、今回は僕が取り上げてるってことは僕が買ったっていう株でもあって、 AI に分析させてもこれいいよ、なんでこんな下がるの、これからもっと上がるよみたいな判定を受けたので解説していきます。企業の概要は軽くいきます。みんな知ってますもんね。四輪及び二輪の製造販売を行う自動車のメーカーです。主な事業は四輪と二輪、パワープロダクト及び金融サービスとされているんだけど、実際は二輪と金融が主力で、四輪っていうのはもうごく一部なんだよね。というのも、結構車好きなんだよね。自動車整備士の免許を持ってるし、自動車工学の学士とか持ってたり、聞いてくださいよ。なんで四輪の利益が出ないかって売れてないからなんですよね。実際は趣味の乗り物で好きで作って、
利益率が高い二輪が引っ張っている。もっと儲けたい。で、コストカットしろ。そして乗り心地悪くなって、トヨタと反対になっちゃってるんだよね。昔はね、技術のホンダって言われてたけど、こんな面影はもうなくなっちゃった。好きだったのにね、NSX とか旧型のやつ好きだった。これ見てください。ホンダオデッセイダブルブッシュボーンを採用しないで、リアアクセルビームっていうのを採用しちゃった。つまりこの後ろの右と左をくっつけちゃえば、頑丈になるし、簡単に作れるし、安く作れるよっていう、ユーザーはそんなことわからんだろう、みたいなバカにしたような作りをやったから売れなくなっちゃったんだよね。お金持ちのミニバンはアルファードっていう一択になっちゃった。意外とこのプリウスの方が足回りはダブルブッシュボーンで安定するために重心をなるべく下に作ってある。で、振動一つの車輪で完結させるから乗り心地が別次元。だからプリウスってすごくよくできてると思いますよ。このようにトヨタがリーダーシップを発揮して、ホンダが社長が誰かもわかんないし、そういうもので車っていうのがどんどん分かれていく。結論言うとね、最近つまんない車作るなって勝手に思ってます。ちょっと余計な概要、企業概要になりました。配当金についての説明です。年間配当は68円で前年の58円から増加しました。これで配当利回りっていうのは 4.2% を超えて 4.5 とかになるんですよね。これで買っとかないわけにはいかないでしょう。チャートを見てみてもね、トップがだいたい2000円ぐらいあったのが1585円になって、そう、利回りもね、4.29%。個人年金としては十分にありだし、決算の分析も行って、めちゃくちゃ割安になってるな。ただ今回は下げの合図だというニュースとか報道機関が操作したので、従うんだけどね。逆にその割安なんだよね。仕掛けどころ。現に売りと買いの嵐が起きている。大量売却による需給バランスの変化。保険会社による大量の売却が発表されたっていうことで、供給過剰になる状態で、これから増えるんか。じゃあ値段も安くなるし、もう売っとこうかなっていう人たちが大勢いる。だから価格っていうのは崩れるんだよね、大きく。投資家心理にNISAを始める人にでさえもネガティブな影響を与えて、売り注文が増加している状態。一方でね、こっそり買って出来高を増えてるのがよくわかりますよね。短期的な影響としては、下げで儲かった方がいい。短期的な利益を狙う売りポジションをやってくるやつが出てくる。だからさらに株価を下落する可能性がある。あとは日経平均が全体的に下がったっていうのは、クロスシェアホールディングスの解消が行われているんですよね。民間企業の持ち合い株を解消する動きの一環です。これにより、経営ガバナンスの改善が期待される一方で、短期的には株価の市場が、僕たちにはね、株価下がる過剰な供給がもたらすから株価の下落が起こっちゃうんだよね。あの時もっと売っとけばよかったなと僕は思いました。株ってそんなもんだよね。結論、これらの原因が複合的に作用して現在の株価が売却価格の1665円を下回る1585円とかもっと下がってるかもしれないね。特に大規模な株式ニュースっていうのは市場のバランスと投資家心理に大きな影響を与えるっていうのがよくわかります。決算報告を見ていきましょう。良い点は売上収益の増加。2023年度の売上の収益は 21% 増加したと。営業利益が前年比 77% 増えて1兆3819億円。悪い点っていうのもやっぱりどっかあって、一部地域での販売の減少。中国市場で販売台数は減少したと。EV 市場にシェアを取られているのかもしれないね。はい。2024年度の業績の予想。売上は 0.6% 下がる。営業が 2.8% 上がる。で、利益は 9.7% 下がるよと。これらの業績を読み込ませてチャット GPT で採点評価を行いました。25点満点中、財務健全性が25点、成長性が25点、市場ポジション25点、将来性25点、100点となっちゃいました。ベタ褒めですね。ホンダは2023年度において顕著な成長を遂げ、財務健全性、成長性、市場ポジション、将来性に全てにおいて高い評価を受けた。特に売上収益及び営業利益の大幅な増加が目立ち、健全な財務状況が確認されています。投資判断としては、チャット GPT でも買いを推奨しています。ホンダは今後も成長が期待できて、特に電動化戦略の進展によってさらなる競争力を発揮することが予想されています。現在の株価水準で投資は魅力的だなと。で、このレポートをもとに投資判断を行って、ポートフォリオの一部としてホンダの株式を手に入れることを推奨しますと強く。僕も同意見です。株価指標割安化っていうのを見ていきます。7月25日時点で株価が1585円で、時価総額が7兆6500億円。めちゃくちゃ大きいですね。大きい動物の像みたいにゆっくり、時価総額が大きいと出来高っていうの変化がね、よくわかるので、かつ流動性があって取引しやすいし、値段の動きも安定してると思います。PR が 6.9 倍。これは平均が15倍って言われてるけど、自動車業界っていうのは割安に見られがちなんですよね。PBR も 0.6 切って割安っていう人もいるけど、それって一体いつ上がるのってずっと上がったことないじゃんっ
。あとは ROE が普通は 4% くらいなんですけど、だいぶ改善してますね。だからもう PR とか株価に反映されてもおかしくないはずなんですよね。だから反動として一回目いっぱい落としておくよっていう報道をしといて、機関投資家っていうのは目いっぱい買ってるんじゃないかな。僕だったらそうするね。配当成功は 29.7% だからギリギリ許容範囲かな。40とかだとちょっと高いなって説明会に行った時、新人の社会人だった時かな。配当成功 40% だからまだまだいけますよねって言ったら、その担当広報部の人が、難しい、きついよってね、結構眉間にしわ寄せてたから、きついのかって。まあそうだよね。自分の給料 40% 取られて相手に渡すかって嫌だよね。急にここ68円に増配が決まっているので、株価っていうのはもうこれから上がっていくんじゃないの？いずれにしても長期で持っていけばいいんじゃないかな。セグメントの売り上げ。これは年々上昇していて、意外と四輪が売り上げ上がってきてますね。実際の利益っていうのは、ここ本当に 1% に満たないようなやつだったんだけど、それが今年はだいぶ 40% の割合を占めて上がってきている。つまんない車作ってるような感じするけどね。それは置いといて、株価の動きに対して株価の PR の指標割安化っていう、以前が10倍だったのに対して今は8倍。しかも業績は最高潮になってるのに、実力以上に売られている。よくあることですよね。他の類似企業の比較として、トヨタが 11.4 倍、スズキが 10.6 倍に対して、ホンダが 7.7 倍は低めなんですよね。この 5.9 倍の日産自動車っていうのは、規模が違うっていうのと、不祥事が起きたっていうのがあって、あとは、配当金を以前は高かったんだけど、いきなり全部なしにするとかね、揺さぶりがすごくて、もう信用ならはもう長期で持ってられんわって思ったので、これだけ低いっていうのは感覚としてわかります。カルロス・ゴーンだったっけね、コストカットで従業員1万人解雇したって自分の給料は30億円とか、トヨタより高いんですよね。トヨタの社長が5億円ぐらいだったかな。なんでちっちゃい会社なのに給料めっちゃトヨタの何倍もらうのみたいな。社員の不満も結構あったことでしょうね。あとは日産の中身は、ルノーっていうフランスだったっけ、その株の割合が非常に高い。だから純粋に日本の企業かっていうと疑わしいところだよね。性質が違うのかも。株主構成を見ても特に邪魔するような人っていないね。この信用取引情報から投資家心理の分析を行います。直近の7月12日から7月19日1週間分にスポットを当てていきます。買い残高が大幅に増加していて、売り残高も増加。市場の不透明が再び高まって、どこまで下がるんだ。でも買いだぞ。業績いいし、いつ仕掛けるみたいな投資家のそれぞれの思惑が交差して、本当に一桁違う出来高になってますね。なので、投資家の心理状況は綺麗に二極化していて、お互いのパワーが拮抗している状態。だから、暴風の嵐の最中なんですよね。だから外にお散歩しに行くNISAの初心者の人って言ったらもう本当に自殺行為だからやめといた方がいいよ。大怪我するよっていう。僕も200株ちょっと怪我しましたね。一方で業績は好調で割安に向かっているのはわかります。だから上がり始めたからもしくは利回りがすでに 4% を超えてるから長期でエントリーしようと思って持ってる分は全然いいです。はい、これから投資家の心理を踏まえてチャートに反映させます。株放出のニュース、保険会社によるホンダ株の大規模な売り、コルスホールディングス解消の一環として行われていて、それが短期的な株価の原因につながっている。投資家はこの動きを注視して適切な判断をしていると思われます。総論として、ホンダは2023年において顕著な成長を遂げ、全健全成長、市場ポジション、すべてにおいて高い評価を受けた。業績とは別に下がった要因が株放出のニュース。しかも保険会社が売った5000億円の影響以上に売りがめちゃくちゃ大きく出て、売却価格を大きく下がる要因になった。株価売りと買いの嵐が起きているので、方向が分かってからチャートが上に向き始めたっていうのが確定したらエントリーするのが安全でしょう。値動きは激しいでしょうが、長期で保有することを念頭に置けば、適正価格まで価格は上昇して元に戻っていくんじゃないかなと。いや、それ以上もっと越していくだろうと。保険会社の持ち合い株が1664円で売られていて、これ以下で買えたんだったらそれでいいんじゃないのって。実際は供給過多の状態で性質上1600円を下回る可能性がある。その時から僕台本で書いててシナリオは分かってたんですよね。打診買いで100株買ってもっと下がったから200株買いましたんですね。さて行きましょう。このスクリーンショットの情報をもとにホンダ技研の株価に対するトレーディングの戦略とアラーム設定について解説していきます。アラームセット。まず基準は1600円より下で買えたらいいな。別に1630円以下でもいいけど、その時はね、木曜日の値段を見てなかったので、思ったより下げたなって。いつ反発するかはわからないし、
配当利回り 4.25% を考えると、別に長期で持っててもいいなと思うんで、気長に持って値上がりしたら売ってしまえばいいと。だから一応基準価格を1600円とします。そして損切りのライン。これは損失を最小限に抑えるために売却を行うライン。これが1456円。トレーディングを開始するラインが1696円。6% の利益が出た場合、上昇した場合に利益を確定する基準値は、チャートの一番上のピークから 3.3% 下落した56円下落した値段ですね。さて、アラーム設定です。上限1750円。これで上がり始めたな。買い増しするかなみたいなタイミングです。下の1540円は予想以上に下降トレンドっていうかな、売りが殺到している状態なので、再び分析っていうものが必要になります。この設定は上昇または下落した場合に迅速に対応するための戦略で、自分が見なくていい機械に任せることができるんですね。だいたいこれは確か30営業日まで継続できるから 1.2 ヶ月ぐらい機械に見てもらうことができる。自分が見る必要はない。重要な価格帯に到達した場合にアラーム設定が鳴るように設定されており、投資の判断をサポートするアラーム設定の報告は以上です。他にもね、狙っている株っていうのはヤマハ発動機、証券番号7272。これも同じようなことが起きている。ホンダと連想されて売りが続いているのかもしれない。大きく下げているので株価スマホで見てみるといいですよ。もう一つがスバル7270。あとは SBI ホールディングス、証券番号は8473。これらがホンダと同じような動きをしている。売られすぎと思ってるんですよね。あと、この3つが業績分析をして、チャット GPT も90点以上という割と珍しい業績としては問題ないと思います。できなかったことではなくて、できたことを意識する。これが限りある時間を幸せに生きる方法じゃないかなって、自分の目標に向かって行動していくと、当たり前だが、できなかったこともたくさん出てくるんですよね。あれもできない、これもできない。なんで僕はバカなんだ、ダメなんだ。で、自己嫌悪に陥ったりする時期ってあるし、僕もね、何回もあります。YouTube じゃない他の配信プラットフォームっていうのは、貧乏な大人、ニートみたいな人たちとか、子供ばっかりで、もう今が楽しければいいとか、本当に時間がいっぱい僕よりいっぱいあるとかね、僕の投資に関しては誰も見向きもされませんでした。こんなバカにしやがって、無視しやがって。お金持ちってそう怒らないですよね。怒っちゃダメだ。もうそういうね、今が楽しければいいとか、お金について勉強しないとか、株とか投資しない人っていうのは、このまま投資家に今後も貢いでくれと。人生後半に笑うのは僕だ。僕たちだと。でもね、投資って一人の戦いっていうのは何回もとか何ヶ月もやり続けるっていうのも、もういいやって立ち止まって、みんなと一緒にパチンコするとか、漫画読むとか、ダラダラするっていうか、目的を立てずになんとなく生きて生涯を終えるっていう立ち止まってしまう人が多いね。そりゃそうだ。現実って結構厳しいからね。実際に全てを諦めちゃう人ってたくさんいるんだよ。こうした負のサイクルの対策として毎日やったことをリストをつけてください。先週僕富士山に登ったんですけど、富士山に登るという目的地に対して一歩一歩ずつ目線がちょっとずつ上に確実に上に上がっていってる。これがメモの代わりになります。実際にみんなもメモをすることによって、あ、ここまで登ってこれたんだ。少し目的地っていうかな、山頂が見えたぞ、近づいてきたぞ、今8合目を登ったところかって。それはメモ帳に1日に達成したことを記入していくというシンプルな方法だけど、みんな意外とやってない。この背景の画面だって、これは To-Do リストで終わったらダウンリストに移動して1日の終わりに見返す。そして今日の活動は4時間で十分な成果を上げて、満足だなぁとご機嫌な毎日を送ることができる。最初のうちはね、散歩したこととか、片付けをしたとか、ごくごく簡単なものから、早起きできた、筋トレできた、知らない人に声をかけることができた、ナンパすることができたとか、4時間勉強することができたとか、そういうのを書いていく。そうするとメモを見返した時に、今、起きた時は何もやってないのに、これだけ積み上がったんだ。上に行くことができたんだ。こんなに多くなことをやり遂げられたから、ポジティブな気分になれるよね。そうすれば徐々にできなかったことではなくて、できたことを意識するようになってきます。やっぱり悪口を言ったりとか、ネガティブなことっていうのは、人に愚痴を言ってる以前に自分が一番聞いてるんだよね。だから、ポジティブなことを書いたり、話したりするっていうことは自分が一番それに元気つけて励まされているってことだから。だから、お金持ちとか起業家に暗い人とかネガティブな人っていうのはほぼいないっていうか見たことないんじゃないかな。どんなに小さくてもできたことを意識しないと人生ってどんどん辛くなっていっちゃうからね。さあ、まとめていきましょう。このようにメモ帳に今日できたことを書くと一日に意味があるように思えてくる。僕のおすすめはメモ帳じゃなくてタスク画面みたいなものを作るとスマホからでも
パソコンでも連動しているので、気軽に書き込みができる。メモってちょっとなくすと大変だからね。なくしちゃったもう今日はなんて一日だってネガティブになっちゃう気がしちゃってね。目標に向かって動き出すと必ずミスやトラブルが起きてくる。でもその問題を楽しむんだ。じゃあ僕の話もう少し聞きたいよ。もっとやる気にさせてくれっていう人に対して問題がある状態を楽しむこと。目標達成に向けて動き出すと必ずミストラブルとか、僕だってね、今日 YouTube 出せなかった。明日にしようとか、この台本間違ってるなんていうのはよくあるし、株でもね、もっと儲けられたらとか、でもそういう問題を楽しむんです。いや、それは無理だよ。貧乏とか孤独とかブラック企業で働くとか、親の絶縁とか病気とか、誰もがそれぞれ本気で問題を抱えているんだよ。悩んでるんだよ。っていう人はいる。だがその問題もない状況なんて一生やってこない。僕の年齢的にっていうか、フェーズ的に結婚したいのに結婚できないことが自分の問題だとすると、結婚できたとしてもね、また問題で出てくるじゃないですか。このチャンネルを見てる人、ほとんどの人が割と結婚してるような年齢の人なんで、問題が何もない状況になりたいっていう幻想を捨ててしまえと。そもそも問題とは何か、それは自分が取り組むべき課題なんです。ゲームのミッションというか、富士山というか、もし富士山が登ろうという時にエレベーターができちゃいましたとか、取り組むべき目のが何もなくなった。それって、鬱になっちゃう。それってニートと一緒じゃん。別にニートに生きる価値はあるかないかっていう問題よりも、僕はつまらないっていうだけ。だから皆さんが今抱えている問題っていうのは、自分にとっておそらく時間をかける価値のあるゲームというかな、クエストなんですよ。だからその問題をクリアしていく過程を楽しんだら、人生を楽しむ時間っていうのはトータルで増えていくんじゃないかな。時間をうまく使ったと言える唯一の基準って何だろうなって考えたんですよ。それは限られた時間と能力の中で、あれだけの自分の能力使って問題に対してやれるだけのことはやった。もう今日一日もうやった。一片の悔いなし。って思えるような基準だろうね。それにしても確かに僕たちは本当に達成したいというような夢っていうのを忘れちゃって SNS を見たり音楽を聴いたり映画とかドラマを見て文句を言ったりするけど、いやいやそもそも他人のことに意見するより自分の人生と向き合って課題を解決していった方が楽しい人生の送り方だし、僕と努力しているみんなと関わった人たちを幸せにすることができると。だからみんなはカフェとか散歩中でもいいし、自分は本当は何がしたいのかなっていうのはいつも考える時間を作っておくといいです。本当に作ったか考えたことっていうのは僕のコメントにね書いてくださいよ。そしたら僕もねこの動画は良かったなっていう評価もいただけるし、みんなはコメントをしてアウトプットして記憶に残ってポジティブになるじゃないですか。最後に、株主総会お試しキャンペーンの紹介を行います。僕たちは定期ミーティングを金曜日に毎週やっています。参加できる人たちっていうのは5000円を出資してくれているスポンサーの人たちなんですよ。なんだけど割と敷居って高いような気がするので、試しに3回までだったら出席できるお試し価格のキャンペーンとして500円で3回まで出席できるように、ただし上限10人くらいかな、いっぱい来て話まとまらないやんってなるかもしれない。場所はというとね、ピクシブファンボックスのこの500円を購入されると毎週金曜日のミーティングの時にそのズームのアクセスコードっていうのが送られてきますっていうか、僕が送ります。3回っていうのも僕が一応カウントします。人数制限を設けて、それが10人あと9人です。今のところ小春と直接お話がしたい、チャンネルの運営に関わりたい、株主総会に参加したいよ、そういう人たちにお試しに500円で雰囲気を感じてもらえればなと。あとはスポンサーが紹介すると5000円のプランを500円でね1ヶ月間続けることができるよっていうものも許可しようかなって。それはお試しの500円で入っている人たちでも効果を発揮する。そういう何回も言いますけどね、会議は多ければ多いほど収集がつかなくなっていくからマックス10人までです。だからあっという間に埋まっちゃうかもしれないね。メンバーシップ今150人くらいいるから、スポンサーに入ってて何がいいことがあるかっていうと、議決権っていうかミーティングに参加できるっていうこと。あと今回は500円のお試し期間でもオフ会に参加することができるよ。場所はね、僕が住んでる都合上愛知県三河地区の周辺かなと。あとは一緒に手伝いたい人を募集っていうことで VTuber になりたい人を募集します。なんかこうなりたいよっていう人がいたら紹介してやってください。まだこれ議案としても全然決めていないので、ミーティングの会議で決めていきます。どんな人を募集するのかっていうのね、ピクシブファンボックスに入ってる人のうちで VTuber になりたいよっていう人がいたんですよ。なんでこのように僕がミッドジャーニーという画像生成 AI を使って儲かってそうな不動産屋の VTuber を出力して、じゃあその
不動産 VTuber として活動したらどうだっていうことを始めています。みんなも VTuber になりたいよっていうか、株をやってる、不動産をやってるけど、それってみんなおじさんばっかりじゃないですか。しかも顔が冴えないからっていうか、顔出しできない人が多い。だから僕みたいに VTuber になればいいんじゃないかな。その方法もっていうかヒアリングでその値段込み別にお金取ってないので、なんだったら僕が立て替えてるぐらいなんで、僕に関わってる人、このチャンネルを見てる人のボリュームバンドっていうと4、50歳とか、65歳以上もいれば、20歳より若い人とか30歳より若い人ってほんと少ないんですよね。でも年を取ってから諦めるっていう理由にはならないんです。やっぱりこうメンバーで入ってる人でもう50歳なんだけど、僕からするとね VTuber をやりたいと、エゴイストだな、いつまで経っても若いな、だから見た目も若いのかって安心しました。そういう若い気持ちが僕もね、50歳になっても保てるかは疑問ですけど、全力では生きていきますね。全力で生きていくといえば、さて、お別れです。仕事も遊びも全力でやっていきましょう。本日はご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお目にかかることを祈っております。コメントお願いします。今日はどんな一日を送ることができたか、アウトプットしていこう。一応僕も見るか、ちょっとくらいは見ると思うんで。それでは、バイバイ。